隠岐ユネスコ世界ジオパークの地、島根半島の北へおよそ 50km 進むと、日本海に浮かぶ隠岐諸島が見えてきます。その歴史は古く、旧石器時代まで遡ります。古事記では3番目に、日本書紀では4番目に作られた始まりの大地として、日本の国づくり神話にその名前は記されています。そして古くから恩流の地として、中央の貴族や神官たちが流され、後鳥羽天皇、後醍醐天皇が滞在したことは広く知られています。江戸時代の終わりから明治30年頃にかけては、各地の特産品を運ぶ北前船の寄港地としてにぎわい、幕末には黒船の来航をきっかけに隠岐騒動が勃発。世界に先駆けて住民自治が行われました。島内には大小合わせて150社以上の神社があり、1000年以上も前の文献に残っているものが16社。その中でも出雲大社や伊勢神宮と同じくらいを持つ神社が4社もあります。日本の黎明期からとても重要な地であったと想像するに難くない隠岐。今なお受け継がれている実に多くの祭りに、外から伝わったさまざまな文化の片鱗を垣間見ることができます。日本海に浮かぶ遠く離れた小さな離島でありながら、どうしてここまでの歴史と文化が育まれたのか、隠岐の不思議を彩るもう一つの謎です。黒曜石。隠岐の不思議を紐解く秘密が、この大地から生まれた黒曜石にあります。日本海が作られた時代、深い海の底にあった隠岐の大地は、プレートの活動と約600万年前から起きた大規模な火山活動によって隆起し、火山島を形成しました。その過程で地中深くから上昇してきたアルカリ流紋岩マグマが急速に冷え固まり、ガラス質の岩石が生まれたのです。それが黒曜石です。外見は黒く、ガラスとよく似て、割ると非常に鋭い破断面を示すことから、鉄器ができる以前、先史時代から世界各地でナイフや矢尻、槍の穂先などの石器として使用されてきました。切れ味の良さは、金属器を持たない時代にはなくてはならない貴重な資源だったのです。そしてその色の輝きから研磨され、装飾品や宝飾品としても用いられていました。非常に価値あるものとして大切に扱われてきた黒曜石は、流紋岩が噴出した火山地帯を原産地として世界中で使用されてきました。南太平洋に浮かぶ絶海の孤島イースター島もたくさんの黒曜石を産出してきました。この地に立つモアイ像、制作そのものに黒曜石の石斧が使われたと考えられています。この神秘的な偶像に昔の人は何を託してきたのでしょうか。ここ隠岐の島町久美海岸では、大小さまざまな黒曜石を見つけることができます。隠岐ジオパークツアーデスクの八幡浩二さんは、黒曜石の研究家としてその意義を子どもたちや旅行者に広く伝える活動をしています。隠岐の島が火山島からまずできてます。で、黒曜石はその火山島からできた副産物になります。で、黒曜石も島の中ではいろいろありますけども、特にここの久美のは質がいいです。で、古代人は特にここの久美の石を9割以上使ってます。古代人はやっぱそれをこう見極めてますし、そういった目を持ってたと思いますね。で、もともと歴史は好きじゃなかったんだけども、黒曜石を通じて今は隠岐の島の不思議が大好きで、今でも謎を追いかけてます。日本国内で黒曜石の産地は100カ所ほどあります。その中で
石器の材料として利用された良質な黒曜石は隠岐をはじめとしてわずか6カ所ほどであることが分かっています。隠岐の黒曜石が出土した各地の遺跡からはるか3万年前、すでに西日本随一の産地として中国地方を中心に運ばれていたことが明らかになってきました。海を越え、人と文化と経済の盛んな交流があったに違いありません。100メートル以上の海面の低下で隠岐諸島は島根半島と陸続きとなっていた約2万年前の氷河時代、人々は陸路として黒曜石を運んでいたことでしょう。温暖化に伴う海面の上昇で再び離島となった1万年前以降は海を渡って運ぶことになりました。最も古いもので約5000年前の丸木舟が隠岐諸島の対岸の島根県、鳥取県の遺跡から発掘されていますが、しかし果たして古代の人たちは本当に丸木舟を使ってこの広い日本海を渡りきることができたのでしょうか。その黒曜石を運ぶのにどうやって運んだかという謎を解くための大事なものでして、こちらにあるのがその謎を解くための大事なものですね。私たちの先輩たちが復元して作った丸木舟です。でそれによって黒曜石を実際運んで黒曜石を実際どうやって運んだかを実証した丸木舟でございます。1982年早朝4時40分、15kg の黒曜石を積み込んだ1艘の丸木舟が島根半島に向けて隠岐諸島を出港。波の高さはおよそ2メートル。丸木舟に乗り込んだ5人の小学校の先生が途中交代しながら5人で漕ぐ。船は安定した航行で夕方の17時23分に島根半島にたどり着きました。この実験航海の成功は仮説が本当であったことを明らかにしただけでなく、日本の歴史に新たな光を当てたのです。そうですね、当然は古代は山の道もありますけども、こういった船を使ったら日本中いろんなところに行けるわけですから、ただ簡単に黒曜石をたくさんね、東西南北いろんなところに運ぶには最高の道具じゃないでしょうかね。それによって人の交流があっていろんな歴史文化が生まれたんじゃないでしょうかね。古代人ももう魔法の宝物の石に見えたでしょうね。これは皆さん欲しかったはずです。だから隠岐からいろんなところに運ばれたっていうことですね。多くの人が行き来し、物流や文化の中継地点として栄えていた隠岐。小さな島国でありながら一級の神社や古事記にも登場する隠岐。高い文化水準を持っていたからこそ、後醍醐天皇をはじめとする貴人たちが流された隠岐。隠岐のもう一つの不思議は、地球の壮大な力が作り出した黒曜石にありました。隠岐は人々が集う島である。それは神々が集う島でもある。人も自然も大地も深く関わった地球だけの物語が隠岐ユネスコ世界ジオパークには丸ごと息づいています。